皆さんこんにちは、五野へみきです。今日のテーマはナレーションです。ナレーションとはという話ですとか、あとは3つの上がりすぎ問題と私呼んでいるんですけれども、ナレーションがちょっと素人っぽくなくなる方法というのは以前投稿した動画がありますので、こちらを見ていただきたいと思います。今日はもう一つ大事なこと、節をつけない、言葉のつながりを意識するというところをご紹介したいと思います。で、その大事なことをお伝えするために原稿が必要になってきますので、今日使う原稿をご紹介します。こちらです。こちらの文章は何かと言いますと、マンボウさんという方の YouTube チャンネルから拝借しています。マンボウさんのチャンネルっていうのは、集落街並みウォーカーという YouTube チャンネルがありまして、こちらはですね、もう登録者が4万人ぐらいになるもう人気のチャンネルですね。いろんな集落、いろんな街を歩いた動画をアップされていて、で、このチャンネルで紹介した街の解説をするサブチャンネルというのも作っていらっしゃって、集落街並み探訪学というチャンネルなんですけれども、今日はこの集落街並み探訪学の方からナレーション原稿を拝借しています。元の動画もぜひご覧になって欲しいなと思います。というのも、マンボウさんサロンメンバーでいらっしゃいまして、サロンっていうのは私が運営しております五野へみきのスピーチトレーニングサロンですね。で、マンボウさんもめきめき力をつけていらっしゃいますので、ぜひですね、新しい動画の方も見てもらいたいなと思います。長くなりました。ということで今日はですね、マンボウさんの原稿、実際の動画からは少し練習用に変えているんですけれども、こちらの原稿を使ってご説明していきます。じゃあ一回通しで読みますね。集落街並み探訪学第1回、徒歩でしか行けない集落。長野県小谷村牧集落をご案内します。長野県小谷村は日本海に注ぐ姫川の中流域を占める山村。そこに徒歩でしか行けない、つまり道路が整備されていない場所に人が暮らす牧集落があります。通しで読むとこんな感じですね。スピーチトレーニング。で、ナレーションをうまくする方法として、私3つの上がりすぎ問題を解決するというのをお伝えしておりまして、これ声をまず上げすぎないですね。集落街並み探訪学ってグッて力入れてしまうんじゃなくて、イメージはぬるっと入っていくような、集落街並みじゃなくて、集落街並み探訪学、喋っているところからつなげていくイメージ。それから助詞を上げないですね。長野県小谷村は日本海にってなるとですね、そこが強調されてしまうので助詞を上げない。あとは語尾を上げないですね。ご案内します。牧集落がありますじゃなくて、ご案内します。牧集落があります。これ3つの上がりすぎ問題ですけれども、これ以前ご紹介したので、今日はですね、他の大事なこととして言葉のつながりを意識する、節をつけないということをやっていきたいと思います。節をつけないっていう、ナレーションではよくそういう言い方しますけれども、丁寧に言うと分節を一定にしない、切れ目を一定にしないということですね。じゃあその分節を一定にしないために一定になるっていうのがどういうことかをですね、一定になっている、分節が一定になっているバージョンでちょっとこれを読んでみたいと思います。集落街並み探訪学第1回、徒歩でしか行けない集落。長野県小谷村牧集落をご案内します。長野県小谷村は日本海に注ぐ姫川の中流域を占める山村。そこに徒歩でしか行けない、つまり道路が整備されていない場所に人が暮らす牧集落があります。ちょっとやってみると難しいんですけれども、こうなってしまうというパターンよくあるんですよね。初めのそのナレーションにまだチャレンジしたばかりの方の、最初のそうですね、やってしまう言いがちな失敗なんですけれども、文節が一定になってしまうと、ちょっとロボットが喋ってるみたいに聞こえますよね。最近は AI でもこういうね、文節のつながり、文節の区切り方ってやらない。日本語で普通に喋っていると、節の長さ、文節の長さって一定じゃないですね。ある程度つながっていてまとまっているわけですね。これも日本語に限らないですけれども、ナレーションっていうのは原稿読みですけれども、できるだけ普通に話している時に近づけていくというのが理想なので、節の長さを一定にしないで意味で区切っていく、これが大事ですね。言葉のつながりを意識するということで、節の長さは一定にならなくなります。
では冒頭からいきますと、集落町並み探訪学、ここ節が立定になる、ぶつ切れになると集落町並み探訪学って切れてしまいますけれども、ここタイトルなので一息で集落町並み探訪学、はい、一息でいきたいですね。続いて第1回、ここぶつ切れになると第1回徒歩でしか行けない集落っていう風に切ってしまうんじゃなくて、徒歩でしか行けない集落がタイトルになってきますので、第1回の後に少しだけ間を置いて第1回徒歩でしか行けない集落、はい、この鍵括弧の中は一息で読んでいきたいですね。スピーチトレーニング。はい、じゃあ次長いですね。長野県小谷村牧集落をご案内します。ここの文章がぶつ切れになると長野県小谷村牧集落をご案内しますというふうになってしまうので、そうではなくて、ここ牧集落をご案内しますに対して長野県小谷村というところが修飾語、修飾説になっているわけですね。なので、その言葉のつながりを大事にして長野県小谷村は一息で、ここで若干の切れ目があって牧集落をご案内します。この後半も一息でいくと。で、これ即興でやるのでなかなか難しいですね。はい、どこで切ったらいいのかっていうのをパッと見てすぐやるというのは今でこそできますけれども、アナウンサー1年目、2年目、3年目ぐらいまではやっぱ難しかったなと思います。なので、アナウンサーの場合はですね、こういうふうにメモ書きをして本番に臨むことが多いです。はい。つながりを意識するために山を作ったり、ここからここまでが一節みたいなマークを入れたりとか、ここは逆に切るみたいなマークを入れたりしていくわけですね。はい。即興で地震速報とか読むときはなかなかこれつける時間ないですけれども、ニュースを読むときとかナレーションを読むときとかって事前に下読みというんですけれども、原稿を練習する時間がある程度あるんですよね。なので練習する時間にここまでが意味のつながりみたいなことをメモ書きしていくわけです。はい。で、今日の原稿の後半、私の方でメモ書きを入れたバージョンを作りました。これを見ながらやっていきましょう。はい。長野県小谷村は日本海に注ぐ姫川の中流域を占める山村。そこに徒歩でしか行けない、つまり道路が整備されていない場所に人が暮らす牧集落があります。はい、お分かりいただけましたでしょうか。このつながっているところ、意味がつながっているところは一息で、区切るところはもう線を入れちゃうわけですね。そうすると意味がわからないところで区切るんじゃなくて、つながっているところはつながる、切るべきところは切るというのが事前に準備できるようになります。はい。なので、これからナレーションに挑戦するという方はですね、言葉のつながり、意味のつながりというのを意識していただいて、いきなり本番っていう風にしないで、まずこういう風なメモ書きを作ってから声に出してみるというのがおすすめです。素人っぽさはだいぶなくなりますので、ぜひやってみてください。ちなみになんですけれども、この原稿、もともとはマンボウさんの、チャンネルの、ものだというふうにお話ししましたけれども、マンボウさんすごく上達されましてですね、今はその本チャンネルの方、サブチャンネルじゃなくて本チャンネルの方の、集落町並みウォーカーの方で解説も入れていらっしゃいまして、最新の動画もぜひ見ていただきたいなと思います。トレーニングでこれだけ変わるというのが分かっていただけると思います。スピーチトレーニング。はい、五戸美希のスピーチトレーニングメルマガやっております。毎週金曜日に、メルマガの読者の皆さん限定でスピーチトレーニングのラジオをお届けしていますので、ぜひご登録ください。オンライン教材も配信しています。人前で話すのが怖くなくなる話し方講座と題しまして、動画教材ですね、お求めいただけますので、ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスン、オンラインサロンではグループレッスンもやっています。プラン一覧をご覧になってください。ということで今日もご覧いただきましてありがとうございました。五戸美希でした。